こんにちは。皆さんお会いできて嬉しいです。久しぶりにディレクターさんを見ると本当に嬉しいです。私もとても嬉しいです。もう一度ご挨拶申し上げます。漫画家兼 YouTuber ボイチです。今回の動画も講義と相談を進めてみることにします。動画コメントについた質問で講義をするんですが、漫画について知りたいことや相談したいことなどコメントで聞いてみると採択してこのように講義をします。どんなコメントも歓迎です。それでは日本のチャンネルにあるコメントを読んでみます。こんにちは、ボイチ先生。漫画界の始まり方について知りたいです。私だけの漫画を始める機会は何なのか、どこで出版するのか気になります。私の話を出版したらどんなに安全なのか知りたいです。この質問は日本のチャンネルにある質問なので、日本の漫画界を基準にお話します。まず出版をするとき、ある人生の安定性を追求することは不可能です。そして安定していないから魅力的なのです。私たちは皆冒険を夢見ています。その冒険を選んではいないだけです。なぜか、生活は安全で平和で、できるだけ豊かでなければならない。屈曲のない人生を望んでるじゃないですか。だから冒険は夢だけ見て実際に選択はあまりしません。私たちが選ぶ冒険というのは、実際には安全装置付きのジェットコースターに乗ったり、安全なフェンスのあるキャンプ場でキャンプをしたり、こんなものですが、これは本当の冒険ではありません。冒険を命がけでするのが本当の冒険ですよね。そのためほとんどの人は安全装置のある生活を選択します。でもたまに一部の人たちが安全装置のない冒険を実際に選択します。例えば焚き木のようなものを自分で作ったり、家を売って中古ボートなどを買って、これで太平洋を渡ってみようという人たちがいます。そうでなければまともな職業を辞めて格闘技選手になってみると、いきなり格闘家の道を歩む人もいます。そしてある人たちは漫画家になってみようか、こんな冒険の道を選びます。これらの共通点は危険だということです。生活が平穏ではありません。こういう冒険をしながらも安全であることを願うのです。なぜなら冒険だからです。私が危ないもの、波乱万丈な人生に身を投じるが、できるだけ屈曲がなく安全であることを願っています。私もそう願っています。しかしそんな道はありません。それでも安全な生活を望むなら、三菱、トヨタ、ソニー、サムスンに就職しなければなりません。サムスンに通ってる私の友達もいるんですが、人生はそれほど平坦ではないようです。だから漫画界はこの不完全なのが魅力で、不安定だから好きなのであって、そんなことを受け入れてはどうかと思います。そしてどのように出版すべきかということですが、出版するには通常漫画の連載が必要です。連載するには雑誌やプラットフォーム、ウェブ人のような連載するところを探さなければなりません。こんなところをどうやって探して入ればいいのかはそれぞれ違うと思います。代表的なものは公募展があります。でも公募展に入るには条件があります。公募展の趣旨に合わせて準備しなければなりません。皆さんが外国人で日本の公募展に入るには、日本語で書かれた作品と企画を提出しなければなりません。そして公募展の趣旨が何かをよく分析して、それに合わせるべきです。趣旨は全て異なるため、それに関しては一般的にこうしないといけないというのは難しいですが、作品性とストーリー、演出、絵が良ければ全部できるわけでもありません。そうではありません。このようなことが重要だという公募展がたくさんありますが、実際にはその背後には別の趣旨があるかもしれません。このような背後の趣旨をよく理解し、公募展に参加することをお勧めします。いい返事になりましたか？私が質問をよく理解できなかったかもしれません。ご希望の回答をお聞きになるまでご質問ください。公募展にも挑戦して、質問も再挑戦してください。次のコメントです。ボイチ先生、
あなたの目のチュートリアルは本当に素敵でした。エピソード5でスクリーントーンに言及されたじゃないですか。スクリーントーンを使用するチュートリアルはありますか？ありがとうございます。スクリーントーンを使用する方法はおそらく皆さんはもう使わない可能性が高いです。まだスクリーントーンというのは存在して使っている作家さん、学生たちもいます。私はこの方々がみんなとても大切で重要で、力を出してスクリーントーンを使うのを守っていってほしいです。漫画家志望生たちが漫画を勉強するということは数十年を見据えてやらないといけないんですが、今スクリーントーンが必要かなというと、したいならすることに応援しますが、しない方が戦略的にいいんじゃないかなと思います。しかし私たちは楽で安全な人生を諦めて冒険の旅に出た人じゃないですか。太平洋を渡るのに中古ヨットを持って渡るあんな安全な方法を追求するなんて、私は私が焚き木を直接作って渡るよ。それを見た他の人が赤のようなあんな楽なやり方より、私は浮き輪に乗って太平洋を渡るつもりだということはできます。同じようにどうせ冒険なんだから、私は2070年までスクリーントーンで漫画を描くよ。私はこれを愚かな選択だとは思わないし、素晴らしい選択だと思います。漫画界はこんな人たちが集まったところです。皆さんご希望の個室通りにしてください。私はみんなを応援します。クリエイターのこだわりは権利です。こんなひねくれた意地こそクリエイターの魅力ですよね。いいです。なのでチュートリアルがあるかというと、基本的にスクリーントーンの使い方を扱った漫画の作法を皆さんが購入してください。著作権を解いて公開しようとする私の漫画の作法の本にスクリーントーンを書く方法があるんですが、その本が以前作った漫画作法なので、スクリーントーンについての説明が詳しく書かれています。なので一度読んでみることをお勧めします。でも私はスクリーントーンを使わない。私はデジタルでトーン作業をする。とするとスクリーントーンの勉強は必要ないでしょうか。ディレクターさんどう思いますか？それでも技法の一つなのでやるべきではないでしょうか。合っています。勉強はした方が圧倒的にいいです。スクリーントーンの使い方を勉強するのは悪くない程度じゃなくて必ず必要な勉強です。私はこれは必ずしなければならないと主張したいです。使わないスクリーントーンはなぜ勉強しなければならないのですか？なぜなら漫画は芸術だからです。映画を勉強している学生がいると考えてみてください。映画は芸術です。全部デジタルで撮影して制作します。ではフィルムについて勉強する必要はないのでしょうか？映画を勉強する学生が有名な映画学校に入学したとしましょう。フィルム時代についての授業をしているんですが、なぜあなたは私が使ってもいない、役に立たない過去のスキルを教えてくれているんですか？私は新しいデジタル動画についての授業を受けたくて来ました。こういう学生は拍手を受けるでしょうか？それともバカでしょうか？当然バカです。なぜか芸術というものは昔から築き上げてきたその土台の上に新しいものが存在するから、それが芸術なのです。過去を忘れて否定すれば最近の世の中では意味があるかもしれません。上手なケースも存在するでしょう。でも基本的には間違いです。私が美術をするときは古代ギリシャ時代から、あるいは洞窟壁画から勉強するのが当然です。芸術だけでなく人間の生活そのものがそうです。我が国の歴史を勉強する、これは意味のないことでしょうか？違います。私という人間はその歴史の土台の上に存在するのです。人間の人生、どんな選択、どんなことが正しかったのか、何が賢明なのか、こういうのは歴史が答えを与えてくれる場合があまりにも多いです。それと同じように芸術分野も過去の歴史を勉強してその技術を勉強するときはそこから答えが出ることが多いです。私たちが何をするのが正しいのか、どんな道を進むべきなのか、これからどんな方法で革新をしなければならないのか、これに対する答えを見つけることができます。それでスクリーントーンを使用しない方もス
クリーントーンの使い方に関する本はぜひ読んでいただきたいです。びっくりするほど完全に変わります。スクリーントーンの使い方がよく出ている漫画の作法書を見ることをおすすめします。次は少年ウォッチ動画についたコメントをいくつか読んでみます。すごいですね。一度使ってみたいです。ありがとうございます。前からずっと見てました。いつも勉強になっていました。今回 Apple Watch で世界初のコミック雑誌、とても面白いです。おめでとうございます。本当にありがとうございます。ただアイデアが面白いんじゃなくて、漫画の未来、漫画の可能性、コミックスの可能性に対するビジョンが込められているじゃないですか。どうして携帯電話だけで見なければならないんですか？私たちは未来にも漫画は携帯電話だけで見なければならないのでしょうか？今、歴史の勉強の重要性について話したじゃないですか。漫画とコミックスの歴史を見ると、漫画、コミックスというものは多彩な場所で活躍できることが分かります。だからこそスマートウォッチでも漫画雑誌ができる。こんなに多彩な漫画ができる。こういうメッセージが込められています。漫画家としての実力不足で私の漫画が面白いとは言えませんが、この試み自体は面白い試みだったとあえて主張したいです。分かってくれてありがとうございます。次のコメントです。すごい試みですね。できれば Google Watch でも連載していただきたいです。Android 法のウォッチもたくさん考えました。アプリ開発をした私の友達と Android 向けの開発についての話もありました。私の友達が言うには Android 側のウォッチは視覚系のデバイスもありますが、ほとんどのウォッチが円形デバイスだということです。スマートウォッチ用に漫画を作るとき、視覚系と円形の両方に対応させるためには円形を基準にして作らなければなりません。しかし円形に合わせるとコーナーに使用する演出になりません。コーナーに重要な演出とセリフを入れることができません。なので私が悩んだ末にまずは視覚のデバイスだけに合わせることにしました。だから今すぐ Android Watch を合わせるのが簡単ではありません。可能なことではありませんが、編集を新しくすればいいんです。セリフと衣装語の位置も変えてそうすればいいんですが、ご存知の通り私たちのチームがその作業をするには今時間がとてもありません。私は現在マーシャルキングを連載しています。 YouTube もやってます。少年ウォッチ2号も作ろうと準備中です。他のこともたくさんあります。だからAndroid に合わせた円形で制作する時間が足りません。なので試みることもできずにいます。ご了承ください。さあこの辺で私たちのビジネスを誰かが買ってもらったらどうでしょうか。その会社が担当して運営してくださって人材と費用も使えるとしたらどうでしょうか。それなら可能でしょう。今は私と友達2人しかいません。そういう状況なので今はちょっと難しいです。それでは次は英語チャンネルのコメントを読んでみます。うちのラテンアメリカも先生の作品が大好きです。私たち志望生たちは先生の漫画作法、人体の描き方などを学びたいですが、それを始めてくだされば本当に嬉しいしありがたいことだと思います。私は北米が認定の女性キャラクターがセクシーだって認められた漫画家です。ラテンアメリカが認めた女のキャラがセクシーな漫画家。一人が認めたら大陸の公式認定と見るべきでしょう。コメントについてもう一度申し上げます。漫画の作法のうち人体下書きを2年前に本格的にアップロードしようと思いました。しかしスティーブの体調不良でアップロードできませんでした。目から始まって肩までの下書きを数十本撮影したんですが、いくつかアップできずに止まってしまいました。その後は壮大に YouTube で作法を説明することは不可能だということが分かりました。なので皆さんが質問をくだされば講義をする方向に変えました。それで人体を学ぶ方法を私に学びたければ細かく分けて質問してください。目の描き方を学びたいです。首の描き方を学びたいです。耳の描き方を学びたいです。こういう質問を続けていただければ幸いです。
次のコメントを読んでみます。すごいです。 YouTube も制作されて、ジャンプの週刊の連載まで誰もできないことをされてるんですね。ありがとうございます。まずマーシャルキングは週刊連載がちょっとだけできます。おっしゃったようにマーシャルキングだけじゃなくて、私たちの2番目のプロジェクトである少年ウォッチをしていて YouTube もやってるし、今はお話できませんが他のこともしています。準備ができたら皆さんに公開します。一生懸命やってますからどうぞよろしくお願いします。次のコメントを読んでみます。いつも応援しています。私も日本で漫画を描いている学生です。日本に留学にいらっしゃって日本で漫画家になるために準備をしていらっしゃる方だと思います。先生の機運を受けて熱心に作業します。いつも元気で幸せになってください。機運といえば私の機運です。良い機運をもらっていってください。ディレクターさんも一つもらいましょう。ありがとうございます。このコメントを読んだだけではこの方がプロ漫画家になった方かもしれないし、まだ学生さんかもしれませんが、どちらでも応援します。次のコメントを読んでみます。ご一先生、漫画家志望生のためにいつも助けてくださってありがとうございます。私たちに大きなインスピレーションを与えてくれます。あなたは私の偶像です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私が皆さんに差し上げるインスピレーションというのは、皆さんも努力すればセクシーさで南米で認められることが可能だ。ラテンアメリカで認められることは可能だ。こういうインスピレーションを私が差し上げることができると思います。次のコメントを読んでみます。ご一先生、編集者に初めて会うとき、どんな心構えを持たなければならず、彼らを驚かせるものは何でしょうか。当然漫画の原稿ですよね。彼らを驚かせる漫画の原稿は何でしょうか。本当に良い質問です。結論は分かりません。なぜ知らないかというと、私が投稿したり、あるいは私の原稿で編集者を驚かせたことは一度もありません。だからこそ私が編集者を驚かせる方法が分かりません。編集者たちは驚かせる方法があるかどうか私も気になります。私はできませんでした。2006年の話をちょっとしてみます。2004年に私の弟子へプロフィールを一つきれいに作ってあげたい。そのためには賞をもらったものがあればいいなと思ってネームを一つサクって弟子の名前で出しました。韓国ではストーリー作家の名前は抜けることが多いんです。そのため問題は全くないと私は思いました。私がストーリーを書いて絵は弟子が描いて、それで小さなところで賞をもらいました。そうするためのネームを散歩をしながらストーリーを構想した後に4日で作りました。それがホテルという短編です。三件ロックをする前に悪出役という企画を作りました。連続殺人鬼とギャングが戦う内容だが、作品の連続殺人鬼がギャングを殺します。それでギャングたちが連続殺人鬼を捕まえに行く、このような企画を構想し、これを悪出役というタイトルをつけました。これを企画書を作ったんですが、少年が放射にて、これは重いから明るいのがいいと思う。それで三件ロックの企画は新たに構想して、悪出役企画書は私はアイデアがいいと思うんだけどもったいないと思いました。なのでモーニングに送りました。ところで企画書が A4 用紙1枚でした。ダメだと思って送ったんじゃないですか。キャラクターデザインもないし、企画書を1枚送るのはとんでもないことです。それで参考資料として、ネームはこういう風に組んで、演出はこんな風にしますということを見せるためにホテルのネームをつけて送りました。悪出役という企画を投稿しながら、私はネームスタイルをこうやって作ります。そしてホテルネームを添付して送りましたが、その時私の担当の編集者さんがご覧になって、悪出役には関心がなくてこのネームを描ける、そういうことなんです、はい描けますと言ったら、そしたらおっしゃるには、これをするためには分けないといけないんだけど、一発で読むのが良さそうだ
とおっしゃって、一度にモーニングに載せるには新人作家の公募展に入れれば大賞をもらえると思うので、新人作家の公募展に入れろという提案を受けたが、いろんな理由で断りました。でも編集長が最終ネームをご覧になって、これを一発で載せよう。そうして2006年にホテルが発表されました。発表後にびっくりするほど反応が良かったです。とても有名な偉大な先生たちがその短編をご覧になって、あなたは SF をする作家ですね、あなたは可能性のある作家です、こうやって認めてくださったりもして、ある読者の方は会社員なんですが、朝モーニングを買って地下鉄で読んでいて、ホテルの作品がとても気に入ったと急に降りて編集部に電話をかけたそうです。そして賞もいくつかもらいました。今になって公開しますが、ディズニーアニメーションのある監督がこれをディズニーで作るために経営陣の OK を得ました。でもどういうわけか分かりませんが、うやむやになりました。うやむやになったので今になって公開します。そのくらい反応が良かったです。ディズニーのアニメーション監督が長い間これを作りたい夢を見たそうです。そのくらい反応が良かったです。しかし私の担当の編集者は驚いたでしょうか。絶対に違いますよね。編集者はその当時にバガボンドと蒼天航路を担当されていたんです。バガボンドと蒼天航路を毎週ご覧になるこの編集者がホテルに驚きますか？もちろん私が編集者たちを驚かせたことがないのは私の能力が足りないからです。けれど編集者という存在はとてつもなく偉大な作品をずっと見ています。つまり偉大な先生たちに会って作品を見て話を交わします。よほどのことがなければ驚かないんじゃないですかね。ジャンプを例にとるのはどうでしょうか。ジャンプの編集者たちが相手にしている現役の作家と過去の作家を考えてみてください。そしてその作品を考えてみてください。私の作品を見て驚くでしょうか。がっかりしなければ幸いです。なので私の目標はがっかりしないようにすることで、驚かせることは一度も考えたこともありません。だから驚かせる方法が分かりません。この長い話の結論は分からないとことです。そして私も知りたいです。それでは驚かせる方法は知らずに編集者に初めて会った時どんな気持ちを持てばいいのか、いろいろあるかもしれませんよね。さまざまな観点から話ができるでしょう。でもたった一つだけ私から申し上げると、通過するつもりで会わないで学ぶつもりで会うのはどうかなと思います。私はいつもそうでした。驚かせる方法は当然知らずに失望させないでほしいし、通過もできるかどうか分かりません。しかし重要なことは私がこの編集者に会って何かを学ぶんです。学べたらすごくいいですよね。私が最近ある編集者の方が意見をくださったんですが、私が意見をリテイクしてしまいました。作家が編集者の意見をリテイクをしてしまいました。私が編集者の意見を聞いたんですが、いい意見であるのは確かだが、なんだか今疲れた状態で意見を出した気がしました。私が思うに最善を尽くした意見ではありません。私の考えではこの編集者ははるかに優れた能力を持っています。もっといい意見をくれる方なんですが、それでもっと良い最善を尽くした意見をくださいと頼みました。そうしてこそ私が学ぶことがあるじゃないですか。発表されるとしても読者の方々が関心がなければそのまま終わりです。しかし学ぶことは必ずしなければなりません。それであなたの能力と実力に合う意見で私を導いてくれて、私が進む道を指示してくれることを願うからリテイクをしてしまいました。そういうこともありました。なので私は私が投稿したこれでいいじゃなくて、これを土台に編集者に会ったら編集者にも何か学ばないと、こんな心を持ったらいつかは必ずできるんじゃないかなという思いで会います。私が断言するんですが、今この動画をご覧になっているほとんどの漫画家志望生たちは私より能力が優れています。私より潜在力があります。
私は本当に皆さんが勉強する心構えを持って編集者たちに会って作品を作って投稿をして公募展に作品を出して努力をしてみると私より必ずうまくいきます。私は確信します。私は皆さんを信じています。だから勉強する気持ちを持ってほしいです。次のコメントを読んでみます。ボイチ先生、ありがとうございます。お聞きになったか分かりませんが、佐々木久志先生がアメリカのバージンメディアで短編番組を始めました。これからどうなるか分かりませんが、少なくともグローバル漫画家志望生たちがプロ編集者たちにより多く原稿を見せて作品をお見せできる機会ができそうです。私がこの内容は初めて聞く話です。本当にすみません。とても良いお知らせです。とても素敵なお仕事をされていると思います。この内容を初めて接してこれについて追加的に知っていることを知らせてくだされば私が読んであげますと申し上げましたが、まだお返事をいただいておりません。追加の返事が来たら私が読んであげます。とにかく本当に素敵なことだし、皆さんには本当に最高のいい勉強の機会になるんじゃないかな、こう思います。私も短編番組に参加して学びたいです。本当にいいことだと思います。応援しています。皆さんたくさんここに挑戦して参加してほしいです。今日はここまでです。ありがとうございました。